皆さん、こんにちは。日本語の旅へようこそ。この動画では、日本の文学作品を朗読しています。100年くらい前の作品が多いので、昔の言葉や難しい言葉があります。それらを簡単な言葉に変えて、聞き取りやすいようにゆっくり読みます。すぐに物語を聞きたい人は、概要欄の目次をクリックして先に進んでください。また、読むスピードが遅いと思う人は、YouTube の設定で好きな再生速度に調整してくださいね。今回は梶井基次郎のレモン第2回です。心が疲れて日常の中の楽しみを失ってしまった主人公。さて、この後彼はどうするのでしょうか。この小説を3回の動画に分けて3日間続けてアップロードしています。この動画はその第2回。街や店先の様子がまるで絵画のように描き出される場面です。どうぞ最後までお楽しみください。レモン、梶井基次郎。2、その頃私は友達から別の友達へというふうに友達の下宿を転々として暮らしていた。ある朝、友達が学校へ出てしまった後の空虚な空気の中に、ポツンと一人取り残された。私はまたそこからさまよい出なければならなかった。何かが私を追い立てる。そして町から町へ、前に言ったような裏通りを歩いたり、駄菓子屋の前で立ち止まったり、乾物屋の干しエビや棒だらや湯葉を眺めたりした。とうとう私は二条の方へ寺町を下がり、そこの果物屋で足を止めた。ここでちょっとその果物屋を紹介したいのだが、その果物屋は私の知っている範囲で最も好きな店だった。そこは決して立派な店ではなかったのだが、果物屋特有の美しさが最もはっきりと感じられた。果物はかなり角度の急な台の上に並べてあって、その台は古くて黒い漆塗りの板だったように思える。何か華やかな美しい音楽のアレグロの流れが見る人を石に変えたという
ゴルゴンの鬼面のようなものを突きつけられて、あの色彩やあのボリュームに固まったというように果物は並んでいる。野菜もやはり奥へ行けば行くほどうず高く積まれている。実際、あそこの人参の葉の美しさなどは素晴らしかった。それから水につけてある豆だとか、くわいだとか。また、そこの建物が美しいのは夜だった。寺町通りは周辺が賑やかな通りで、とはいえ、その感じは東京や大阪よりはずっと澄んでいるが、飾り窓の光がおびただしく通りへ流れ出ている。しかし、なぜかその店の周囲だけが妙に暗いのだ。もともと建物の片方は暗い二条通りに接している角になっているので、暗いのは当然だった。しかし、その隣の家が寺町通りに面しているにもかかわらず暗かったのは、理由がはっきりしない。だが、もしその建物が暗くなかったら、あんなに私を誘惑することはなかったと思う。もう一つは、その建物の突き出したひさしである。そのひさしが、目深にかぶった帽子のひさしのように、これは比喩というよりも、おや、あそこの店は帽子のひさしをやけに下げているぞ、と思わせるほどで、そのひさしの上もまた真っ暗なのだ。周囲が真っ暗なため、店頭につけられたいくつもの電灯が周雨のように浴びせかける豪華な美しさは、周囲の何者にも奪われることなく、欲しいままに美しい眺めが照らし出されているのだ。裸の電灯が細長い螺旋棒をキリキリと目の中へ差し込んでくるように眩しい通りに立って、近所にある鍵屋の2階のガラス窓を通して眺めたこの果物店の眺めほど、その時の私を楽しませたものは、寺町の中でも珍しかった。その日、私は珍しくその店で買い物をした。なぜならば、その店には珍しいレモンが店頭に出ていたからだ。レモンなどごくありふれたものだ。が、その店というのは、みすぼらしくはないが、ごく普通の八百屋だったので、それまでレモンを見かけたことはあまりなかった。私はあのレモンが好きだ。レモンエローの絵の具を
チューブから絞り出して固めたような、あの単純な色も、それからあの竹の詰まった紡錘型の形も、結局私はそれを一つだけ買うことにした。それからの私はどこをどう歩いたのだろう。私は長い間街を歩いていた。始終私の心を押さえつけていた不吉な塊が、そのレモンを握った瞬間からいくらか緩んできたようで、私は街の中で非常に幸福だった。あんなにしつこかった憂鬱が、そんなもの一つで紛らされる。そんな不思議な場合があるというのは、逆説的ながら真実だった。それにしても、心というやつは、なんという不可思議なやつだろう。そのレモンの冷たさは、例えられないほどよかった。その頃私は配線を悪くしていて、いつも体に熱が出ていた。事実、友達の誰かに私の熱を見せびらかすために、手の握り合いなどをしてみるのだが、私の手のひらが誰のよりも熱かった。その熱さのせいだったのだろう。握っている手のひらから体の中に染み込んでいくような、そのレモンの冷たさは心よいものだった。私は何度も何度もその果実を鼻に持って行って香りを嗅いでみた。それの産地だというカリフォルニアの風景が想像の中に浮かんでくる。漢文の授業で習った梅感謝の言の中に書いてあった花を打つという言葉が途切れ途切れに浮かんでくる。そして深々と胸いっぱいに香り高い空気を吸い込むと、これまで胸いっぱいに息を吸い込んだことのなかった私の体や顔に血の温かさが昇ってきて、なんだか体の中に元気が目覚めてきたのだった。実際、あんな単純な霊感や触覚や嗅覚や視覚が、私はずっと昔からこれだけを探していたのだと言いたくなるほど私にしっくりしたなんて、私は不思議に思える。それがあの頃のことなんだから。私はもう軽やかな興奮に足が弾んだ。一種誇らしい気持ちさえ感じながら、美しい服を着て街を歩いた詩人のことなどを思い浮かべながら通りを歩いていた。
汚れた手ぬぐいの上へそれを乗せてみたり、マントの上へそれを当てて色の反映を測ったり、またこんなことを思ったり。つまりはこの重さなんだな。その重さこそずっと探し当てられずにいたもので、疑いもなくこの重さはすべての良いもの、すべての美しいものを重量に換算してきた重さであるとか、思い上がった冗談でそんな馬鹿げたことを考えてみたり。何はさておき、私は幸福だったのだ。いかがでしたか？絵画のように美しい風景の描写、そして目や鼻、手で感じるような五感の描写が印象的ですね。さて、一つのレモンを手に入れて幸福に浸っている主人公ですが、この後どんな行動をするのでしょうか。続きは明日です。どうぞお楽しみに。それでは最後まで聞いてくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。